今日は少しシリアスな話になっちゃうんですけど、最後の非常に興味深いお知らせを楽しみにして見ていかれたら嬉しいです。で、あと今日今までに話してことないことを喋ってるのでちょっと緊張気味なのであんまり話が下手かもしれないんですけど、頑張って話してるのでぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。私の話したかったことっていうことがあって、結構お知らせがあって、それを伝える上で自分の人生において一回話しておこうかなというふうに思っていて、そんなに大したあれではないんですけども、結構知りたがって、もうなんか知ってらっしゃる方なんかたくさんいるみたいなので、もうそろそろいいかなと思って。そうですね、もう皆さんなんか知ってる人多いかもしれないんですけど、私は父に育てられて、母が私が1歳の時に膵臓がんで亡くなっちゃったんですね。でそこからもう父に育てられ、だから私は母の顔を一度も覚えてないっていう状態なんですよ。おばあちゃんだったりとか父に育てられて、一番上の姉が12歳の時、真ん中の姉が6歳の時に母が亡くなって、でそこから父が一人で私たちを育ててくれたっていう状況で、なんかそれがすごい悲しいとかかわいそうとか、やっぱちっちゃい時からすごい小学校でお母さんの話をする時に「花ちゃんお母さんいないからやめよう」って言ったりとか、やっぱりかわいそうって言われることがすごい多かったんですけど、本当にそんなことはなくて、実はその真ん中の姉もダウン症っていう病気を持っていて、言葉があんまり喋れないって、で知能数は34歳とかって言われてるんですけど、もう私よりもしっかりしてるし、私の面倒を見ようとするし、もう私と一番上の姉がめちゃくちゃ喧嘩してカレー投げ合いとか始めても、もう泣いて私のことかばってくれたりとか、もう本当に優しい姉なんです。もうなんかいつもニコニコしてもう笑ってて、もうダウン症天使って言われてると思うんですけど、もう太陽みたいな存在なんですね。私の母に関しては写真家だったんですね。ママはずっとアフリカとか世界中を回る冒険家みたいな人で、私も本当にすごくそれに憧れたし、もう母の撮った写真、私たちを撮った写真とか家中に散らばってたんですね。だからママの写真をもう触れる機会がすごく多かったし、そこで初めて写真っていうものに触れて、やっぱ写真に興味を持って自分も写真をやりたいっていう風に思うきっかけになったのがやっぱり母なんですね。母みたいになりたいっていう思いで、父は本当に母のことすごく愛してて、あまりにもショックすぎてもう自分も天国に行きかけたっていう話を聞いて、でも3人のチビたちがいるんで戻ってきたっていう話を聞いてて、本当に父はなんか飲みに行くっていうこともなく、家で毎日作って待ってれば子供たちはぐれないっていう思考だったらしくて、もう毎日あったかいご飯を、ラーメンなんですけどを作って待っててくれて、ママがいなかったその劣等感とか、ママがいなかったけど全然大丈夫だったっていうわけでもないんですね。ママがいなかったっていうことで周りと比べるとか、すごい特に私の場合は自分の友達のお母さんが好きだったんですよね。なんかその人とすごい、そのお母さんがやっぱ自分の本当のお母さんぐらい愛してくれるんじゃないかみたいな感覚がやっぱ常にあって、絶対無理なのに、ですごいそれにすがってた時期もちっちゃい時はありましたし、なんかそういうコンプレックスみたいなものは今でもあるのかもしれないし、母が亡くなってみんなでいた家がもう全焼して、でちっちゃい家に移ってずっと今同じ家に住んでるんですけど、すごい私なんかハプニング多いよねとかって言われるんですけど、私の人生過去の方がハプニング多いけどなと思って、結構いつかなんか話そうかなと思ってたんですけど、
今よりも全然過去の方がきついというか、いろんなことあったなと思ってて、で本当に母の死だったりとか、もう子供を3人育てるとか、仕事もいろんなことを経て、父がもう私たちにずーっと言い継いでた言葉があって、それが起こることは全部いいことだっていう言葉なんですよ。まあ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 、思うじゃないですか。本当かよって、そんなわけないだろうっていうか、本当かよと思ってずっと見てたんですけど、実際隣で見ててやっぱり本当だなと思うし、物事ってやっぱりただ起きただけでそれに意味はなくて、例えば水がこぼれたってなった時に、それをいいことって捉えるか、悪いことって捉えるかみたいな。こういう友達に裏切られた、別れた、でもそれは絶対に何かいいことにつながっていく。それを本当に目で見て実感させてくれたのが父で、だからまあ本当に花ちゃんって不運だよねってよく言われるんですけど、私めちゃくちゃラッキーな人生だって自分で思ってて、例えばホストファミリーのもうただイラつきで、もうなんやねんっていうあの思いで、まあ私が悪いんですけども、動画にして今があるわけで、あれがなかったらこれがなかったよねっていう人生だと思ってて、もう全部起こることはいいことだって思って生きてます。なかなか説教がましい動画になってしまったかもしれない。本当にごめんなさいってちょっと傍から見てて思ってるんですけど、でも必死に話してるので伝わってもらえたらいいなと思ってます。火事になったりとか、自分のちっちゃい時の劣等感とか、人生で一番酷だった高校生活、私はその分自分の中で考えて整理して日記に書くみたいなことがめちゃくちゃ多くて、本当に赤裸々に書いて自分で分析して常に向き合ってきてるって思ってて、それで今回そのお知らせなんですけど、角川さんで本を出してくださるっていうことで1年前ぐらいに決まってて、21だし私書くことありませんっていうことを言ってたんですけど、人生で自分の人生について本格的に出版できるってことはないなと思って、もうめちゃくちゃ相談した末に、じゃあやりたいですってことになって、1年間もう話し合いを重ねて、その間私が病気になり寝込み、汗ばみながら書いた本が出版されるっていうことで、ハッピーアクシデントっていう名前なんですけど、もう結構全部出してる本、 Amazon からぜひ予約したらなんか特典がつくみたいなので、ぜひ予約していただけたら嬉しいです。本当に皆さん妥協していただいたりとか、角川さんに私がわがまま言って分かりましたっていう感じのことたくさんあったと思うんですけど、本当ありがとうございました。どんだけ仲いい友達とも台本なしでは一緒に遊びに行けなかったりとか、やっぱすごい自分の内面の話たくさん書かれてるので、みんなのお守りみたいな本になったらいいなと思ってました。はい。